おはようございます。元気やな。おはようございます。はい、エンティムのハルアとタキとマキです。イエーイお願いしますということでついにマンネズがお送りしますイエーイ。はい、早いもので、もうも3月ですということで、なんだこの放送が3月4日火曜日配信らしいんですけど、うんもう卒業シーズンですよ皆さん。あらら。ということでですね、学生時代の行事でもう〇〇が好きだったなみたいな、そんな話をちょっとまずはしようかなと思うんですけど、はいはいはい。じゃあまず僕からいきますね。はい、うん僕はやっぱ合唱がめちゃくちゃ好きでした。合唱合合唱コンクー唱めちゃくちゃ好きルみたいな。。そうめちゃくちゃ好きで、なんならね今でもなんでなんなかったの。どこなまりなの今のは。まあいいでしょう。なんならはい今でもたまに僕合唱曲聴いたりとかカラオケで歌ったりとかあそうするぐらい合唱曲がねめちゃくちゃ好きで、いろんなクラスの合唱聴いたりするのがめちゃくちゃ好きでした。あれどこなん？アルトとかあるじゃん、ソプラノとか。僕はもうテノールで、テノールあ。テノール。うん、テノールだ。そうなんだ。めちゃくちゃしっかりねやってたよテノールで。なんかそうなんだソロパートとかももらったりしてね、ちゃんとやってるよ。なんかね結構頑張ってた。でも俺ね、合唱曲で言ったらね、全校生徒の前で指揮者やったから。あ、俺も指揮者やったよ。マジできないのに手挙げてやりたいですって言って、だから目指したかったんだよね、あーすげえ指揮者を。マジで。俺らはなんなんかか式のためのテストみたいなのやってあー先生が選ぶみたいなやつ。で俺の学校なんか結構式に全力だった。式に全力だそうなんか式に全力だ。表情とかもねその生徒たちが歌いやすいようにみたいなこれうわたまにいるよね、なんか笑っちゃう人になる人。そうそうそう式が面白くて体もうすごいからね、もうそうそうそう斜めに。すごい式やってたの。そういやーすごくね。ちょっとおもろいな。なんかある好きな行事とか。何があるかな。行事。俺はもう、うん運動会体育祭うわーが好きだったな。やだ。シンプルに。俺もあんま好きじゃなかったな。本当？うん俺はねあれやったソーラン節応応援団に入ってソーラン節を教えるみたいな、マジ、すごい。やったことないわそんなの。応援団なんて応援団いたわ、そういえば。いたよね。引きてこうやってなんだっけ鉢巻き巻いて似合いそうやな。赤組行くぞみたいな。団マジ長いや団長まではいかなかった。うわ、行かないか、行けよ。よ。やるならな、やってもらわないと行け。いや多分ね、うん3年生の人しか団長になれないみたいな。あーそうそういう感でその時俺まだ中2だったからできなかったみたいな感じ。なるほどね。行事ね、俺ドッジボール好きだった。ドッジボール。行事というかドッジというかだけどでもまあ確かに楽しいよね。休み15分しかないのにいつもギリギリまでやってギリギリまで帰ってきて2帰ってきてギリギリまで帰ってきて何まあね、そんなことはいごめんなさい。はいということで、今回担当するのはグループの中の末っ子3人組、韓国語で言うところのマンネラインでお送りします。はい。そしてマンネマキちゃん先日お誕生日を迎えて、ついに19歳になったということでおめでとうございます。ハッピーバースデー。ついに同い年になりましたね3人。一緒になりましたやねっとだね同じ学年なのにね誕生日結構離れてるっていう、意外とねマキだけいつも遅いから。確かに確かに。でももうすぐ俺らが逆に上がっちゃうからね。そうあと2ヶ月でだってもそう20歳ね。やばいね。やば。2ごめんね。ヶ月ぐらいだけなんだね3人一緒になるの。意外とね確かにこの時期離れてんの。大切にしような。どうですか誕生日迎えましたよ一応。正直ラストティーンということで、そうねまあ19歳はね。楽しめるものは楽しんでいこうと思いますし、それはそう。次が20歳っていうのもちょっと楽しみなので、楽しみつつも楽しみでいたいなというふうに語彙力がちょっとね。まあそんなところですかね。なんか楽しんだもん勝ちや。はいじゃあ楽しんでください19歳ということでいいな今回はそんなマンネ3人でのびのびやらせてもらいます伸び伸び、最後までお付き合いください。では始めていきましょう。せーの。エンティームのご縁があって喋らせてもらってます。それではじゃあ早速、お便りに行く前にですねちょっと3人でもう少し話してから行こうと思うんですけど、
じゃあまず、お兄ちゃんたちが今回不在ということで、はい、万年3人のラジオはやりやすいのかそれとも不安なのかっていうのをまずはちょっとこう3人で話していこうかなと思うんですけど、正直やりやすいよね。やりやすいね。そうね。言っちゃえば、この3人は楽だよね、安定に。確かに何回かねこの3人でなんかやることあるけどさ、そうだね、逆に何でも話しちゃいそうで不安な。確かにそう確かに逆にねやりやすいしそう不安みたいな。そうリラックスしすぎて確かにそうもうねなんかずっと言い過ぎてこの空気なんだよね多分ね。もうそういうことか。そう静かでも分かり合える関係ってことで。でもマジでこの3人めちゃくちゃ独特な雰囲気あるよね、確かに。この3人でしかさ生まれないなんかさうん謎のさボケとかさ謎のさなんかこのねお笑いセンスというかだってさ生まれる気がするんだよ。あるね。この前のライブユアースライブやらせてもらった時さなんだっけ急になんかなんかさ急にね、演技始まったよね。ちょっと3人でやってみようみたいな話になって、滝が急に演技しだすからね韓国語でそうそれでなんか初対面の設定でちょっと3人で演技しようって言ってなんだっけ名前俺がまあその場で思いついたおでん T レックスって名前で俺名前なんだっけマキシマスボストゥーン僕なんだっけなんだっけゴンザレスゴンザレみたいなゴンザレスノブロみたいな。アステラゴンザレスのブローだ。ステラゴンザレスもうねのブロ意味わかんない意味わかんないなんか3人で名前つけて、初対面のふりしてね演技して、ね、夜中の12時ぐらいに生配信で意味わからない何してんのって感じだよね演技をルネの皆さんにお送りするっていう。楽しいんだよねあれ。だからルナ結構気に入ってくれたっていうか本当に楽しんでくれたっぽいよね。だから本当そういうのもね、うんこの3人でしか見れないから、このラジオでもちょっと面白いことが生まれるんじゃないかなって思うんですけど、確かにね、この中でうん一番末っ子っぽいのは誰？おこれについて話しましょう。むずくね意外とこれあんま考えたことなかった。確かにまあ年的には俺だけどそうね年っていうかうんもうなんならただの誕生日の順番なだけだもんね。でも見た目だと圧倒的に僕末っ子っていまあねつも見られるよね、まあ確かに見た目はねね確かにそうね。いつもなんか初対面の人とかに末っ子に見られがち、僕うん可愛い顔してるからな。背もねあるし。あとなんか普段から愛嬌振りまいてるよね思うけどなんか普通になんかなんだろうちょっと可愛い感じの声で例えばこの前のお祝いすると「はるあちゃんお腹すいたよニコちゃん」とか全然やばいそうどんどん出てくる。とかねよく考えたらよくそうか確かに。気づいてないわ。自然と出てきてるからでも、うんそれになんか慣れちゃってなんか自然に思えてくる。でもなんかこの3人でやるときさ、うんお兄ちゃん感出してないなんか。それは思うよ本当に。出してるのいや確かなんか下に見てるに言ったわいやなんか可愛い子たちだなって見てる。やばい俺なんか誕生日3日しか変わらないついに下に見られた。うわ同い年じゃなくて。だから逆になんかないの？うんでも俺任せちゃってる面あるんだよな結構なんか。何よ何いろいろとまあねもう雰囲気とかこうやって、う俺はでもマキなんだかんだすねっこじゃないすねてんねよずっとすねてんねよそれは確かに末っ子っぽいわ。ずっとすねてるから一番さ活発でさまあまあそういうところは確かにね。万年の代表作みたいな代表作は分かんない代表作なの？ちょっとダメか違うか代表作は分かんないけどまあでも万年っぽいじゃ万年っぽいと思うよ俺は、まあ確かに。でも、うん、別にこの3人でいる時はみんな同じだよね。確かに、ね言うて。まあ、下に見てるって言ってたけどな俺ハルアだと思うな、あマジ？大人っぽく見せようとして本当は結構子供みたいなじゃあまあお互いが末っ子だと思ってるっていういいんじゃないですか下に見られてるから何も言えまあまあそんなねそんなことないまあ可愛いね可愛いそうだからなんか頼ってくれてる感じするから滝とかが。あだからなんかやらなきゃ感が出てるのかもしれない。あーそういうことか自然とね。そうそう。確かにじゃあ、早速、はいリスナーさんからのお便りを読んでいきたいと思いますお。願いしますラジオネームきなこもちさんからいただきました。小持さん。はい、マンネズで結局誰が一番お兄ちゃんっぽいのかについてトークしてほしいです。
また誰が一番弟っぽいのか、ちょっとねさっきも話したけどもエピソードを交えて教えてほしいです、同い年のマンネ3人組、3人とも仲良しで見ていて本当に微笑ましく、エンティームで一番大好きな3人組です。おこれからも応援していますということで、ありがとうございますきなこもちさん。一番大好きな3人組だって。そんな嬉しいこともないよ。嬉しいですね。ありがとうございます。きなきなこ餅いっぱい買ってあげます。はいきなこ餅大好き。いただきました。ということで、でもねちょっとどうする、さっきちょっと似たようなこと話したけど、誰が一番お兄ちゃんなのか、お兄ちゃんっぽいのか、お兄ちゃんっぽいのか、何を基準に考えるかじゃない。それはあるね。性格とかになっちゃうからな。顔とは言えないし。でもさ、多分、その実際にさタキってさ、お兄ちゃんじゃん、妹がいてさ、そうだね。だからさ多分さそういうなんかお兄ちゃん気質あるんじゃない？俺も一応お兄ちゃん。でも上もいるじゃん。まあね、だから真ん中か、そういうことかね。そうだから本当にお兄ちゃんなのが俺だけなんだよ、多分エンティームでも。そう言われてみると、だからちょっと時々行動とか見て多分ルネがお兄ちゃんなんだなって思う時があるとは言ってくれてるのよ、一応ね。だから多分意外とさなんかね、自分よりさ年下の人とかいたらさ、なんかこう可愛がってあげそうじゃん。そうよ。だから俺よくルネにしたのよ、一人。ずっと面倒見てた子がいて、その子が俺のファンになってくれてっていうのが多々あるのよ。結構自分で言うのもあれだけど面倒見はいいのかもしれない。なるほど。マキはねそれで言うと逆にのびのびと生きてそうだからさ、お兄ちゃんもいるし。誰がいても。そうじゃあ僕ですか？そうとは言ってないんだけどなんでの、そこは認めてくれよ。でも人の面倒見はいいけど自分の面倒見はって話になんない？それで言うと一番できてないかも自分の面倒一番見て管理とかね。声でかいよさっきから。ごめんなさい。じゃあ忘れてた、ラジオってこと。どうなの、部屋綺麗になったの？でも部屋綺麗にしたよね俺ね。いや俺に聞く。裏切ったわ。いやだってさ、タキの綺麗と俺の綺麗だって全然違うんだもん。タキが綺麗にしたと思うと俺が見たらどこがってなるもん。こういうところは見てるとマキってちゃんとしてるから、お兄ちゃんっぽいところあるよね。そう確かに。でも綺麗にはしました。この前した本当に。マジで？だからゴミ袋3個出てきた。あの部屋からゴミ袋3つ分もゴミ出したの？俺いろんな捨てなきゃいけないものとかあったけど、服とか。マジでリビングにすっごいでかいクマのぬいぐるみを置いて風磨君にタンプレでもらったやつね。2メートルぐらいのね紫部屋全部埋まるクママジで。あれは確かにでかいな。リアル本当にでかい。じゃあそんなわけで僕たちマンネの話はもういっぱいしたということで、お兄ちゃんたちの話をちょっと次は3人でしようかなと思うんですけど、お兄ちゃんたちに直してほしいところとかあったりするのかっていう話を直してほしいところなくはないか。まあね、ないと言ったら嘘になるね。なくはないね。なくはないもんね。じゃあ僕たち3人から見て6人に直してほしいところをこれからちょっと上げていってメモったりして、1個だけどうしてもこれは直してもらいたいっていうのを直接ちょっと本人に電話してみようかなと。今ここで攻めるな。なるほど。なかなか攻めますよ3人マンネ組は。ということで1人ずつ話していこうか。そうだね。まずじゃあケイヒョンの不満じゃねえ不満と不安不安でもいいけどね。不満や言いたいことあります？不満じゃないんだよな。僕1個あります実は。聞きたい。撮影現場とかで朝とかね、たまにちょっと静かに過ごしたい時に結構大きめのスピーカーで音楽流されるとたまにうるさいなって思っちゃう。朝だからね。そう朝とかね、たまに多分ケイヒョン的には自分がテンション上げたいからかけるんだけど、僕は割と静かに過ごしたいタイプだからたまにうるさいなっていうのがある。分からんでもないけど確かにぐらいかな。不満っていうのはね難しいね。またねこれいいですか僕。ありました。出ました。僕もこれは完璧ではないんですけど、よく洗面台の電気が
つけっぱなしなんですよ。で僕最初これ滝だと思ったんですね。で滝またつけっぱなしだよって言ったら俺使ってないよって言うから、で他にそこ使ってるのを見たことあるのケイヒョンしかないから、よく使ってるなって思って使い終わった後に見たら電気つけっぱなしなことが多い。あら消してもらえますか怖い今の言い方消してもらえますかでも俺もちょっと忘れがちなとこあるから確かにそこは。でもその電気のことで言うとね、おにぎりくんもひどい。おにぎりくん、おにぎりくん来た誰だ。まあジョー君なんですけど、うちのおにぎりパイセンもですね、はい、結構ね電気をねつけっぱなしでね去ることがねありますね。最近はまあ言ってるからそれでも減ったんですけど、おにぎりくんも電気つけっぱなしなんだよね結構。電気結構さ消す習慣ないよね、なんか意外に。なんか俺はよく一番最後に寝るからリビングと玄関前の電気は絶対消してから寝るようにしてる。僕もね自分の階の電気はね結構僕がいつも最後ね消してから寝る。俺も自分の部屋の電気を自分で消してから寝る、いやこの人電気つけっぱなしで寝てるみんな電気つけっぱなしじゃない。流れで行こうと思ったのにみんなつけっぱなしじゃないかじゃあまあ、次行きますか。はい、あ、じゃあ僕いいですか。はい。なんで同じ場所にニキビができるんだろうっていう不満。どういうこと。怖い多分俺の思うにはめちゃめちゃ僕のほっぺを本当に触るじゃないですかずっと、1時間に1遍ぐらい本当触ってるんですよ、別に不満ってわけじゃないんですけど。竹にできるってこと。そう2人に同じ場所にニキビができたの。2人ともね。そうだからずっと本当俺のほっぺを触ってるから、俺のは嬉しいんだけど、でそれで一時期、本当に同じ場所にニキビができて、これって運命だなって思った。もう不満とは、いいです、ないです、ごめんなさい今あなたに不満が今一発そうです、ごめんなさい。はい、次行きましょう。じゃあ次風磨くんに行きます。風磨くんありますよ。はい、これはもうまあ不満というかまあいい不満なんですけど、エンティームの曲をすごい癖強めに編曲するじゃないですか。やるそれで一回15夜僕、テレビの収録の時に本当に自分のメロディー分かんなくなっちゃってあったねあったマジで自分のメロディーが分かんなくなっちゃって、なんだっけみたいなね。そう、面白いんだけど、たまに危ない時があるっていう、忘れちゃう時があるっていう本当の歌詞を。なるほどね。すごいとこ行くからね、なんか風磨くんの。風磨くん急にバラードでなんかすげえロックみたいなイエーイみたいないうアレンジを急に一人で歌ったりさ。すごいな。あと応援方法いつもマキの名前言わないと言ってくれないんだよねいつも。そうなんだいつもね言わないでアレンジしたりとかさ、なんでやねん。そういうのをね風磨くんいつも一人でやるから。なんかやっぱ9人だからさ、なんかラストの1人入れるの難しかったりするじゃんね。でも絶対入るでしょって時も言ってくれないんだよね。そうふざけてるな。いつもねケイ風磨ウィジ風磨ケイニコラスユーマジョ春はタキマキみたいなねためるなマキ。マキいつもそういう風に遊ばれるんだよね。そう区別化されてる。風磨くんは分かると思うんだけど嘘ついても明かさないんですよ。出た。なんかもう本当になんか逆に俺が間違ってんじゃないかって嘘つかれて、なんかごめんって言っちゃいそうになるぐらいな顔でいつも平気な顔してるわけよ、嘘ついても。それだけはちょっとほんとやめてほしいというか。確かにで楽しいと思ってんのかなと思って楽しいと思って思ったりもするんだけどちょっと直してほしい。あとなんか最近、よくあるのがふざけるじゃん風磨くんが、そしたらほんとそういうのよくないよ俺らって言って道連れにされるなんかそれをまた平気な顔でするからね。そう目ガン決まって言うのそれまばたきしないから。そうまばたきしないでめっちゃ開いて俺らやめな本当にこういうのよくないから俺らマジで面白い。あとボケて突っ込むとみたいな感じ。そう何俺悪くないよみたいな怖いとか言ってうまくめっちゃ出てくんな。いや面白いですよ全部。はいじゃあニコちゃんいきますか。ニコラスは言い訳がうまい。すごいの来た。いくら何言っても
言い訳で返せるのがすごいなって思って、だから最近俺の中でハマってるのがめっちゃ問い詰めて言い訳を言えなくなるぐらい。でも成功したことない、絶対言い訳してくるの。そうすごいね。そう確かに何からでもねってから入るからね。そう確かにすごい、しかもなんかポジティブなんだよね。そう自分の都合がいいよねやばいどんどん出てくる。マキとニコラス君と3人でしゃぶしゃぶを食べに行ったんですけど、一向にニコラス君野菜を食べないんですよ。でそれでなんか僕のこう器とかに野菜をこう置いて食べなはるわみたいに言ってくれて、いやニコラス君も食べなよとかって言うと、いやでもハルアが食べてる顔見たいからとか全然俺らのこと気にしないでとか言って都合いいようにね、野菜ばっか食べさせられましたね。そう自分お肉ばっか食べて昔から変わらんだよねあれ。野菜食べないと健康になんないよとか言っても、いや俺は肉だけで大丈夫肉でエネルギーつけるからとか言ってすごいな。そんなんありましたね。あとはメッセージでニコラス君とやり取りするときに日本語で絶対送ってくんないそうなんだ。いつも僕に中国語か英語でメッセージを送ってくるのね。だから僕マジで毎回翻訳してんの自分でマジですごいマジで自分の送りたいやつもなんなら翻訳して中国語で送ったりとかたまに合わせて連絡がちょっとね大変なのニコラス君。しかもタイピングしないからね、かたくなにそうずっとこうやって携帯に向かって「ハルは今何してる?」とかなんかやって打たないのこうやって。そうしかもそれだったらね日本語で言えばいいのにさ、確かに中国語で全部送ってくるのよこれもそうなんだ多分ね。すごいな。それはちょっとやめてほしいですね。じゃあ次、はい、ウィジュ君。ウィジュ君ね。なんか不満というか一個あります僕。何？このなんかみんなで例えば夜遅くまで話したりとか映画見たりとかしてる時にすぐ眠くなっちゃわかる。でそれは人それぞれあると思うんだけど、俺結構夜遅くまで起きてる派だから、俺からすると早くねって思っちゃうな。確かに一緒に見ようって言っても絶対30分ぐらい見ても終わるからね気づいたら寝てるとかねそう確かに。でも俺はそれは何も言えないわ。俺も寝ちゃうから。確かに滝も3秒で寝るから、滝を本当にさっきまで話してたのになんか答え返ってこないなって思ったら寝てんのね。滝マジですごいよね。びっくり。本当に3秒とかで寝てるよね。しかも起きないのそっから絶対に。自分でも分かんないわ。次誰だっけ？ゆうまくん。ゆうまくんね。ゆうまくんもうなかなかすごいな。ゆうまくんある？俺は例えば俺がショッピングかなんかして出かけてて帰ってきた時にだいたいゆうまくんがテレビでなんか見てるのよ、で帰ってきた時にお帰りを言ってくれないの。でも他のメンバーにはよく言ってるなっていうのを見て俺には言ってくれないんだなって思ったりする。春はとかには言ってる。本当？滝とかにも言ってる。なんて言えばいいんだろうな俺らマジ俺にお帰りを言ってくれないの。それはじゃあ言ってこれはもらうしかないな。ちょっと悲しいなたまたまなのか分かんないけど、なんか逆にお帰りを言わなくてもいや分かんないわ分かり合える中でもこれちょっと電話候補じゃない？そうだね。おはよう。確かに挨拶大事だからね。なぜか僕にはお帰りをしてくれない気がするっていう俺ちょっとね多分向こうは気づいてないと思うんだよね。そうかな、真相気になるけどね。余計電話しなきゃなこれはじゃあ次おにぎりくん、ジョーくんです。おにぎりくん僕ありますよ。新品の服とかについてるさ、靴下とかによくついてるさ透明なさ切らなきゃいけないやつわかる？あれをめちゃくちゃ部屋にばらまいてるのばらまいてんのそう多分なんかどっか服屋さんとかで多分なんか冬服とか何個か買ってきた日があったのよ、でそれでなんかその日になんかすごい服買ってきたんだねみたいな感じで僕見て、でその辺の床チラって見たらなんか大量のその透明なやつが落ちてて、しかも僕なんか裸足で何回か踏んで地味に痛かったのね痛いで全部僕がそれゴミ箱に捨ててあるんだけど捨てないんだよね。悪気はないんだろうな多分、多分普通に切って
なんかわかんない。忘れちゃってんだよきっと。忘れるとかでもある。まあ確かに土に帰るとでも思ってんじゃないのあれがでもね本当にねなんか憎めないからねいつもね僕が普通に捨てるんだけどね。かわいい。あとねめっちゃぶつかんの。ぶつかる？そぶつかるの？うなんか僕がさ机とかでなんか作業とかしてると僕の机とかにめっちゃ足ぶつけるのねでなんか僕が悪いみたいな気持ちになるの。なんかごめんね僕の机のせいでみたいな気持ちになるんだけど絶対気をつければぶつかんないのなのにいっつもぶつかんの。今日も朝ねぶつかってたどっかに。おもろ。そういつもねなんかね分かってないのかななんかサイズ感を自分のなんか多分でもちゃんと細いけどね。多分なんか足の長さとか多分自分で把握できてないのかいつもなんかね僕の服を落としたり机にぶつかったりなんかねやばいやばい。いろいろねブーってねいつもなんかね落とすんだよね移動しながら。大丈夫かな。じゃあ今出た中からはい。早速ちょっと本人に一つ直伝直伝。していこうと思うんですけどこう見ると結構あるなみんな。僕的にはお帰り気になるんだけどな。お帰り気になるずっと俺もちょっと気になるなこれ、ね本人に言ったことないから。ね確かに。えこれちょっと聞いてみる。いいよありかでもさそれでさ負けにだけは言わないとか言ったらどうするも。やばい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 。あえてだった怖すぎる。んだ。そうあえてのどうやって言う？なんていう？ちょっとシミュレーション。じゃあ一人ずつさ、うんお疲れって言ってさ、うんどういう反応で一人ずつにお疲れを言ってくれるかちょっと見てからさあり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 。ちょっと本題に入って聞いてみるか。確かに。最初の言葉はなんて言ったらいいかな。普通にお疲れから入って敬語か。今君お疲れ様です。お疲れってくれると。ういみたいな感じか。確かに。お疲れとも絶対言わない。ういとか。あれ俺はもうそしたらじゃあお疲れって言ってくれないんですかとか言ったらいいんだよねそこから始めていけばいい。確かに。うわむずっ。うわスピーカーがいいんだよね。あそうだね。そうね。オッケーかけます。やばい結構気になるわこれ出ないぞこの感じ多分。出た。はーい。今君お疲れ様です。うん。どういうあれで電話してるかわかります？いらん。とうん。企画説明した方がいい。なんでうん。他のメンバーが帰った時にお帰り言うのに僕の時は言ってくれないんですか？え？いやたまに僕が帰ってきた時にリビング行ってただいま行ってもお帰りが帰ってこない時あるんですよ。でもそう。うん。春はとか滝とかの時はなんならゆうまくんからお帰りっていう時があるんですよね。嘘つけ。ほんと言うよじゃあ。言ってくれる？あやったー。はい。ありがといいよ。うバイバイ。バイバイ。100寝起きです多分。100寝てました。これ多分めんどくせえなって思思ってるってるよ。思って絶るよこれ。なんやこの電話って言ってるよ多分。ほぼねしか言ってなかったもんね。確かに 90% だってね。いや面白いな。まあでも言ってくれるってね。でもなんかこれだと言わされてる感、ん言わせてる感でも本人多分何とも思ってなさそうだったけどね、ね、確かに俺がただ考えすぎてただけか。そうだよはいということでまあまあ。引き続きリスナーの皆さんからのお便りを募集しています。番組概要欄のメッセージフォームから感想や質問、番組で僕たちにやってほしいことなど何でも送ってください。また SNS でもハッシュタグエンシャベをつけて感想など投稿してください。エンはカタカナ、シャベはひらがなです。はい、ということでですね、マンネ3人のラジオもそろそろお別れの時間なんですけど、どうでした皆さん？いやーもうマンネズの自然体を
見せられたんじゃないですか。そうですね。確かにまあ思ったより不満が出てきたということで、これはどうにかね。逆になんかさ、うん、ウィジ君の不満出ないの逆になんかかわいそう。確かになんかごめんね。明らかに一人少ないもんね。でもちょっと面白いラジオになったんじゃないかなって思うんですけど。いや思います。冗談半分で聞いてくれると嬉しいな。そうだね。あんま捉えないでもらって。はい。マネさんにはのびのびと生きておりますので、はい、ということでここまでお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は&ティームの春和と滝とマキでした。バイバーイ。バイバーイ。